YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、最近よくコメント欄で見かけるのがですね、こちらですね、アイスの棒ですね。こちらのアイスの棒でバタフライナイフ作ってみましたっていうコメントをね、よく見かけます。海外のね、YouTuber の方が動画出してるのは知ってたんですけれども、自分もね、いろんなバタフライナイフだったりトレーナー触ったことはあるんですけど、このアイスの棒で作ったトレーナーは触ったことがないなと思ってですね、面白そうなので作ってみようかなと思いました。なので今回はね、こちらのアイスの棒でバタフライトレーナーをね、作っていこうと思います。はい、じゃあ早速ね、作っていこうと思うんですけど、まず最初に必要なのはこちらアイスの棒ですね。こちら同じ大きさのものが何本か必要になります。自分はね、もう Amazon でまとめて売ってるやつを購入しました。ちなみに Amazon でこういうの購入すると、まあまあ値段がして普通にトレーナー買えちゃうんですけどねっていう話ですね。バラしていくとこんな感じになるんですけれども、同じアイスの棒ですね、が、こちら9本動画のやり方でいくと必要になりますね。ちなみにこのアイスの棒なんですけれども、アイスの棒のこの幅だったり、厚みだったり、あと長さですねっていうものは、できる限り大きいものの方がいいと思います。実際どんなね、長さのものでも作れるんですけど、結局でかい方がですね、作り上げた時に、バタフライナイフ自体が少し重くなりますし、あと大きく出来上がるので、使いやすいと思いますので、どうせ集めるんだったら少しアイスの棒としては長い、大きいものの方がいいと思います。次に必要なのはこちら、ボンドですね。次にこちらのクリップですね。100均とかで売ってるようなタイプのものでいいんですけど、こういう挟むものですね。次に必要なのはこちら物差しと、それを書くペンですね。次に必要なのがこちらですね、カッターナイフですね。こちらのカッターナイフの方でアイスの棒を削って加工していくんですけれども、刃物が必要になりますね。今回バタフライナイフを使ってアイスの棒を削っていってバタフライナイフ作ったら面白いなと思ったんですが、結構途中でバンバン叩いたりとかするシーンがあるので、結構そのまま使っちゃうとね、バタフライナイフに傷ができそうなので、今回は普通にカッターナイフを使おうと思います。またあった方がいいものとしてはこちら工作用のマットですね。そのまま使っちゃうとこんな感じでね、テーブルに傷ができちゃったりするので、こういう風に傷ついてもいいように、こういう工作用のマットを準備しておくと傷つかなくていいです。次に必要なのはこちらクリップですね。こういう針金状のものが必要になります。クリップじゃなくてもこういう針金みたいなものだったら何でもいいです。で、それをカットする用のね、こういうニッパーだったりペンチっていうものが必要になります。それであった方がいいものとしてはこちらのようなミニハンマーとですね、あと釘ですね。比較的小さい釘があった方が便利だと思いますね。最後にですね、こちらの方のとこに穴を開けていくシーンがあるんですけど、動画だとですね、さっきのクリップをグリグリねじ込んでいくような感じで開けてたんですけど、正直時間かかると思うので、こういう釘をね、こういう風にやってこれをポンポンこう叩くような形で穴開けた方が早いと思うので、多分この釘とミニハンマーはあった方が作業は早いと思います。早速ね、作っていこうと思うんですけど、まず最初にこちらアイスの棒3本ですね。3本をまず最初にこう真ん中にね、縦に線を引きます。こんな感じですね。こんな感じでまず線を引いていきます。見えますかね。こんな感じで3本とも線を引いていきます。こんな感じでね、3本線を引いていきました。次にこの引いた線のところをカッターナイフでカットしていこうと思います。カットしていくんですけども、当然ね、刃物を使うのでね、指を怪我したりしないようにね、してください。刃物をね、扱うので非常に危険です。注意して使いましょう。何回か引いてあげるとこんな感じで割れますので、パカッとね、割っていきましょう。はい、こんな感じで残りの全部半分に真っ二つにしていこうと思います。3本真っ二つにしていきました。先ほど真っ二つにした3本をこういう風に重ね合わせて、これをクリップで挟んでね、留めていきます。こんな感じですね。この時にちゃんといびつじゃないようにしっかりとですね、固定する前に整えてあげるといいです。で、この整えたらこの部分にですね、実際にこのアロンアルファをつけていって固めていきます。ここにこんな感じですね。見えますかね。こんな感じでボンドを流し込んでいって、この3本をね、固定していこうと思います。はい、乾いたと思うので外していこうと思います。はい、しっかり
接着できていますね。こんな感じで同じ要領で固めていこうと思います。2組できました。次にですね、このアイスの棒ですね、カットする前のこの幅ですね、幅の長さ分だけ次にこちらの方からこのようにね、線を引いていきます。ちなみにこちらのアイスの棒ですね、自分のやつは 1.7 センチっていうことなので、1.7 センチ、ここからね、測って、端から測って 1.7 センチのところにこのようにね、線を引いていきます。こんな感じで線が引けたらですね、次にこの引いた線のところをカッターナイフでカットしていきます。こんな感じでカッターナイフの刃を当てた状態で自分はミニハンマーでね、こうトン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 叩いていってカットしていこうと思います。こんな感じで取れましたね。で、ここがね、ガサガサってなってると思うので、ここはね、ちょっとカッターナイフとかで削って滑らかにしていこうと思います。はい、カットが終わりました。こんな感じのものが2組出来上がりますね。次にこちらの4本ですね、少しここがややこしいんですけども、この使ってるアイスの棒の幅の半分の長さですね。これだったら 1.7 センチなので、0.9 としますけども、0.9 センチ、ここから上から少し下のこの辺りですかね、の 0.9 センチのところ、中央の 0.9 センチのところに点を打ちます。はい、こんな感じで4本とも中央に点を打っていきました。で、動画のやり方だったらですね、こちらのクリップですね、クリップをこういう風に尖らせて、でこの先端の部分をですね、ニッパーだったりとかペンチっていうものでこういう風にちょっとカットしてですね、カットしてこんな感じで見えますかね、尖っている感じになるんですけど、この尖らせた状態で点を打った場所にこのようにね当てて、こうグリ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 していって貫通させるっていうやり方なんです。確かにこれでもできるんですよね。できるんですけど、ちょっとこれだとね時間もかかって結構めんどくさいので、自分は先ほども言いましたけれども、こちらのね釘を使ってこのように当ててハンマーでトントントンと叩いてね、穴を貫通させていこうと思います。こんな感じですね。こんな感じで4本とも穴を開けていこうと思います。はい、4本とも穴を開けていきました。次にですね、穴を開けたらですね、このように先ほど3つですね、重ねていたものと、今回穴を開けたこちらのものですね、こちらをこういう風に挟むようにしていきます。で、挟んだらですね、次にこれをまたこのようにクリップでね、こう挟んで留めていきます。はい、こんな感じですね。で、固めたら次ここをね、またボンドで塗っていって、この5本をね、こういった形で固めていこうと思います。固まりました。固まるとこんな感じになりますね。これでハンドルがね、2本完成したことになりますね。次はブレードの方を作っていこうと思います。次にブレードとハンドルをつなぐ接続の方を作ろうと思うんですけれども、こちらですね、このアイスの棒の幅ですね、これだったら 1.7 センチなんですけども、幅の倍、ここから 1.7 センチ、1.7 センチっていうことで、ここからね、3.4 センチのところですね、こちらの方に線を引いていきます。はい、こんな感じですね。線を引いたらここをカットしていきます。で、これをまた2組作ります。こんな感じで2組出来上がりました。で、こっちの方はこういう風に角張ってると思うんですけど、これはですね、角張ってる必要はないので、こんな感じで合わせてもらって、こんな感じで引いてもらうと、こんな感じになるので、この部分をね、カッターナイフで同じようにカットして丸めていこうと思います。カットしていきました。ここの丸め方はだいたい丸くなってれば大丈夫なぐらいですね。こんな感じで2組出来上がりました。次にブレードの方なんですけど、こんな風にね、片方の端っこがこういう風に丸まってると思うんですけど、この丸まってる部分だけをちょっとね、カットしていきます。こんな感じで丸まってる部分だけをカットしていきました。このカットした方をさっきのね、この接続部分とこのように合わせて固めていきます。次にこの接続部分ですねの端からこの太さの半分だけ、こちらも太さの半分だけのところに線をそれぞれ引っ張っていきます。線を引き終わるとこんな感じになると思うんですけれども、次にこちらのブレードですね、先端の方を切ったこちらの方をこういう風に合わせて、この線に沿うような形でね、ここをまたボンドで固めていきます。
固め終わるとこんな感じになりますね。で、次にですね、またこちらの端からスティックの半分の長さのところに点、こちらも半分の長さのところに点をそれぞれ打ちます。それぞれ点を打ったらですね、この部分をまた穴を開けていきます。自分はね、釘を使っていこうと思います。穴が開け終わったらいよいよつなげていきます。こちらのね、穴の開いた部分とこちらの部分をこういう風に合わせる感じになりますね。こうやって挟んだ状態で、この状態でこのクリップですね、クリップの穴をこの穴に通していきます。こんな風に貫通していきました。で、貫通したらですね、こういう風にちょっと押さえた状態で、この余分な部分ですね、余分な部分はニッパーなどでカットしていきます。カットした後、ここを接着剤で固めていきます。はい、こんな感じでね、ピボット部分もボンドで固めたら、いよいよ完成になりますね。ちなみにこのブレードの部分は自分がね、好きなような形にしてこう削っていってね、楽しんでもらったらと思うんですけど、自分はスクイリーのような形で、このままでもいいのかなと思っているので、このままにしていこうかなと思いますね。実際これをこの後ちょっと振って楽しんでみようかなと思います。はい、今回ですね、こちらアイスの棒で作ったバタフライナイフトレーナーですね。はい。大体こんな感じかな、バタフライナイフっていうのが分かるぐらいの感じには、こう、くるくるとね、基本的な技だったりとかっていうのはできるようになっていますね。こんな感じで、はい、全ロールオーバーとかっていうのもできるようにはなっています。なかなかね、面白いかなと思いましたね。なんですけど、自分なりというかね、辛口評価を一応しておこうと思います。あくまでね、バタフライナイフってどんなもんかなっていう、遊びというか、こうね、作る楽しさっていうのは当然あるんですけど、この振ることにだけに関してのね、デメリットというか、レビューをしていこうと思うんですけど、まず材料費代ですね。このアイスの棒ですけれども、家にね、アイスの棒がいっぱいあります。アイス大好きですっていう人はね、いいと思うんですけど、自分みたいに Amazon でこのアイスの棒だけを買おうとすると結構何百円かかかっちゃうんで、それだけでね、普通に Amazon のバタフライトレーナーぐらいだったらなんかいろいろ安いのね、買えるぐらいの値段になるので安くないなっていうのが1点と、すごい軽いですね。すごく軽いので、なんかこうすごい軽いから怪我しづらいっていうのはすごくいいなとは思ったんですけど、結構軽いんでやっぱ振るのは難しいかなと思いますからね。ほんと簡単な基礎的な技はこんな感じで十分遊べるのでいいんですけど、難しい技に挑戦しようと思うとちょっとなかなか難しいかなというところですね。あとさっきからね、見ててわかると思うんですけど、こんなヘニョンって感じでね、このふにょって曲がってますので、本来こうピシッとね、ハンドルがまっすぐこうなっていかないといけないんですけど、こちらのハンドルがですね、これより下にこう行かないようになってますね。なんでかっていうとですね、見づらいと思うんですけど、この部分とですね、このナイフの接続部分の部分ですね、ここがですね、こんな感じで、ここですね、この部分がですね、こう干渉し合ってですね、これ以上ナイフというかハンドルが下に行かないようになってますね。なのでこんな感じのね、ちょっと歪んだ形になってるので、ちょっと見栄えがね、悪いんですけども、こんな感じで結構ですね、何ミリ単位でしっかりとこう作らないとですね、こんな感じで結構干渉したりとかして、まだこれぐらいのね、レベルなので、まだ全然振るのにこう影響が出るほどじゃないんですけど、最悪干渉し合ってハンドルが動かなかったりとかってね、する場合もね、あると思いますので、この精度っていうのは結構それなりにしっかりと作んないといけないっていうのもありますね。あとこれみんなコメント欄で普通にみんな作りましたって言いましたけど、本当によく作ったなと思いますもん。これ動画の企画なんで、せっかくなんでと思って最後まで作りましたけども、心何度か折れそうになったらもう、めちゃくちゃめんどくせえ。時間も1時間半ぐらいかかりまして、撮りながらやったっていうのもありますけど、めちゃくちゃ時間かかる。あと、ボンドで止めるでしょ。もうね、手がボンドがつきまくって、もう取るのが大変。ほんと、もうベタベタするし、時間かかるし、線は引かなきゃいけないし、で、点も打ったりとかですね。手でずれてたら、挙句の果てにこんな感じで干渉しちゃうんで、結構真剣にね、やってたっていうのもあるんですけど、
なかなか時間かかる。もう心が何度も折れそうになりましたね、やってる途中で。はい。完成できたと思ったらこんな感じでね、なんか変にゃーんってなっちゃってるので、もう本当に泣きそうになりましたね。よくみんなこれ作ったなと思って偉いと思います。と、まあこんな感じなんですけれども、まあ、家にね、アイスの棒がいっぱいあって、まあボンドだったりとか、まあクリップっていうのもあるよっていう人はですね、まあバタフライナイフってどんなのかな、面白いのかな、でもまあ買うほどじゃないなっていう人はですね、そのアイスの棒でこんな感じで、作って簡単な、ね、基礎的な技はこれで十分こんな感じでねいろんな技遊べますので、バタフライナイフってこんな感じなんだなっていうこう遊び感覚はねつかめると思います。あとやっぱこう工作とかねこういうものを作ったりするのがね好きな人はこれ作ってる時間も楽しいと思いますのでね、もし時間がねある方でこういうアイスの棒とかがね家にいっぱいあるよっていう人はねぜひ作ってみて遊んでみてもらってもいいのかなと思いましたね。はい、じゃあ今回ね、こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。